社長、はい、鳥取境港にこの前行ってきたんですけど、奥水さん、奥水さんから届きましたよ。見てみて。私ちょっと現地で見てきたから。うわ、すっごいサイズ。なんじゃこりゃ。あ、いい匂いする。ひー、大きいね。まさしくカニだね。ねえ。あ、どう？いい感じ？重い？絶対いいよこれ。すごいとこ送ってくれたね。こんなでかいの多いんだね。なんかね、やっぱ加工用なんだけど、ほぼ紅ズワイってもともと赤いけど茹でると余計これ一番綺麗だよね。綺麗な色だから鮮度がすごくいいんだよね。だって水揚げが水曜日だって言ってたから昨日だもんね。食べていいですか？今ですか？横からパパッと。あー、美味しそう。ジューシーだね。この墓場はちょっと食べれませんかね。ガニですね。魚でいうエラの部分。ここ砂が多いんだよね。どうしてもね、砂感じ。ズワイに比べると結構水分量多いけど、まあ、そういうね、カニだもんね。だから鮮度がいいうちにしか食べれないっていうことはね。これはこれ独自の味があるよね。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ社長、お邪魔しております。はい、社長の家に来ました。どうも。初めてじゃない？ここそうさ、見られちゃった。で、今日届いた紅ズワイを、あれな、すごいな。2杯あるからどうする？何する？カニはさ、とりあえずそのまま食べるんだけど、カニの出汁が好きだから鍋にしたいな。カニの旨味の出汁も全部汁に入るわけじゃん。野菜も美味しくなるから鍋でいきましょうよ。イエーイ。じゃあこの子鍋にしていきます。で、もう一個はこっち大きいやつを食べようか。これボイルズワイ食べるときにさ、あれ絶対いるじゃん。カニ酢。みんなどうなんだろう。でもさ、カニ酢ってみんななんかお店で食べるイメージあるけど、実はお家で簡単にできるから。めちゃくちゃ簡単だけどね。家庭でシャシャッと作って、カニの味が引き立つようなカニ酢は簡単にできますよ。じゃあ今日の動画を見ると、お家で簡単にできる本格的なカニ酢がわかるし、カニの簡単な剥き方も社長が教えてくれる。そう。一家に一匹は必ずいるでしょ。いると思う。必ずいますよね。冷蔵庫開けると。よし、じゃあやっていきましょう。じゃあお願いします。お願いします。はい。3分間クッキングの森でございます。はい、お願いします。本日は紅ズワイガニを鍋にして食べます。はい。でまず水を入れます。はい。まあ一応たっぷり。わあ、浜中昆布の取材の時のウニが食べてた。そう。ウニが食べるから人間が食べたらもっとうまい。天然昆布じゃないですか。これでね、ちょっと出汁を取りたいと思います。はい。はい。じゃあそれではいよいよ鍋の方に行きますが、今日ボイルだから、先にこの野菜から入れていく？の方がいいかなと思います。これ水菜は最後の方がいいよね。最後ですね。シャキシャキだもんね。でこれ用意してきます。紅ズワイってさ、水っぽいから水揚げしてすぐに茹でてもらうっていうのが一番贅沢な食べ方だよね。ボイルっていうとなんか生より劣るみたいなイメージあるけど、一概にそうじゃないよって言いたいよね。100%そう。甲殻類は特に自分の身を食って生きていくから、できれば取った瞬間にもう殺す。じゃないと身が痩せてっちゃうからね。だからその瞬間に本当はボイルするのが一番いいです。エビとかを結構生かして置いておくっていうのは、まあそれは見た目もいいし食感もいいかもわかんない。天ぷら屋さんとかね。そう。ね、こんな感じですね。まあいよいよメインイベントですけど。これはみんな大注目。とにかくご家庭でやるときに一番嫌なのは匂いでしょ。なぜか今日だけ私のことやるという気持ちがわからんでもないですけど。いや私全然嬉しいんだけど。まあとりあえず中白の子でやってください。これもうすごい。これすごいね。これ。あれ朝よりすごいな。まあとりあえずこれ置いてきます。それであとはもうこれ殻柔らかいんですよ。ズワイに比べて。なんでもう切ってね。まあこうカットしたらあとここ先っちょはちょっとこれ食べにくいんで細いからね。鍋の時はちょっとカットします。でも出汁になるんだこれが。これは俺とりあえずこうまず入れてみますよ。カニのね最後の最後まで僕は食べたいタイプだから。あとここは簡単にもうこれね半分にねこういうふうにカットします。はい。よくお店でそうなってるね。そうするとこれパカッと割って、まあ僕の場合はこういうふうに取りますね。こういうふうに。身パンパンだね。すごい。こんな感じね。食べるとこいっぱい。こんな感じ。一回どうですか一つお食べになったら。ありがとうございます。
いきます。なんかお弁当つけてどこに朝つい。うん。社長のこれに聞いてられましたけど、めちゃくちゃ甘い。やっぱりミズワイって甘いね。甘い。ズワイより甘みが強いっていうからね。家庭でできる簡単なのはこれ切って割る。これ一番ポピュラーで一番食べやすい、包丁も使いやすいと。こう剥くっていうのは大変だから、これが一番いいと思います。やっぱりこれちゃんと手こを利用して両手でやれば切れるね。これもそうだね。これやっぱこの爪んとこちょっと硬いから気をつけてもらって。でも金パンパン。うわすごい。やっぱさこれさこんだけ鮮度のいい紅ズワイってあれやね。そうそうそう。ありがとう。だからさあみんなこんなにカニがたくさん入ってきましたよ。やっぱカニ鍋は昆布だし。カツオも引いたりさ、いろいろあると思うんだわ。だけどこれカニの旨味があるからもうカニだけで十分出るじゃん。確かに。でカニこれボイルしてあるから塩分もあるから、もうこのまんまの方がいいと思う。もったいないのこういうのもね。うわ絶対美味しい。うわーってあるよね。そういうの。みんな見て。必ずカニの気をつけなきゃいけないのはきれいにする。そうだよね、甲羅とかが結構さ臭くなるからビニールに入れて捨てるとかしないと。カニエビ魚全般そうなんですけどきちっと最後片付けないとダメなような気がしますよと。以上、忘れてます。カニ酢。カニ酢わかりました。皆さんが料理屋行った時にそれちょっとつけて食べたらうまいなっていうやつですね。甘いやつね。それは簡単なんですよ。だしと酢と醤油こんだけですよ。醤油普通の醤油ね。で生姜はね結構合うんですよね。生姜であと普通の酢僕はね蜜柑これであとねちょっと出汁が欲しいんで、本当は例えばねこのようなちょっと味が入った酢があるんで簡単酢ね。それいいよね。これいいんですよ。これでも寿司酢じゃなくて OK なんですけどちょっと甘いんですよね、これ。だってこれ今回やめてまず酢今日2人分だからちょっとこれぐらい。酢が2の、醤油が1、で、生姜本当はやった方が全然味が違うんですけど、家庭には皆さんあると思います。これちょっと入れる。でこれでも美味しいんですけど本だしをちょっと入れたりとかすいません何でもいいですよ。液体の塩だしでもいいですよ。ちょっとだけね小さじ1杯ぐらい。そうだな、ちょっとジューッと混ぜてこれで終わっちゃダメなんですよ。名水を入れるとお水を入れるの。このままだときつすぎるんです酢が。だからこれを水でちょっと割る。もう作ったのを倍で希釈するってこと？倍までいくとちょっと薄いかもしれないけどそれは自分で食べながらやってもらう。まずこの薄めるってことを頭に入れてほしい。なるほど。どうですか？ちょっとこれでいってよ。カニ酢ですから酢の味がなかった意味がないからね。うわ美味しい。酢の味聞いてますね。これですよ。お店の味だ。なるほど、確かに水で薄めるのがポイントなんだね。完成です。甲羅も入って味噌もたっぷり。カニ鍋できました。これすごくない？すごいね。境港のさ北水の北村社長がこれ一緒に送ってくれた。村社長ありがとうだね。カニの人だよ本当に。素敵な社長さんだったよ。何でも知ってたから境港の一番のことは。そういう方々がこう日本の水産業界をね下支えしてくれるとかね。6割か7割ぐらいが境港で水揚げされるじゃん、紅ズワイ。そこのうちの3層が北水産北村社長のところだから結構な比率だよねって話を。カニの量で大変だもんな。1週間もねでっかく。いやそうだ。前回の動画ぜひ見てください。本当にすみません。じゃあ遠慮なく。いや本当に感謝してありがとうございます。いただきます。まろやか。カニを殺さないお酒。水みたいに飲めちゃう。よし。食べよう。気合がいるのについち。いるよ。だってカニだもん。これ何の出汁も入ってないからね。カニの出汁だけだからね。どうシンプル。うわ。いただきます。めっちゃいい香り。ちょっといいな。
あれでしょ、うんそうそう。これをこうやってすごうまそう。ーい。いただきます。うん。温まるとより甘みが出るね。美味しい。これやっぱりこんだけで十分でしょ。うん。何もつけなくていいこれ。昆布だけだもんね。うん。美味しい。身がすっごいプリップリ。うわーすごい。やっぱさ鮮度がいいうちに茹でてもらうと身がポロッと取れるね。合うのかな。うん、そうそうそう。ああ。なるほど。ヒレ酒ってあるじゃん。フグのヒレなんかを乾燥したやつをさ、焼いてこの中入れるじゃん。これカニを食べながらやってるとカニ酒みたい。だからこのカニをなんか入れて飲んどるような感じ。カニを食べることによって完成するお酒って感じだね。いよいよ。あれな、どうだこれ。もうすぐにスルッと向けた。これを社長がさっき決めたやつね。うわすごい味噌。いやー美味しそう。ここ切ります。いいですか？切ります。であとここも切っちゃいます。身がありますんでこの身を待ってましたか。すいませんね。何かを使ってかき出すとこの家庭にもあるようなカニの先っちょをどうぞいやいっぱい。いただきます。すごいなそれ。つけた？美味しいんですよ、カニ酢。いらないですね。俺呼び出しちゃう。お前作れっつって作ったやないかい。だけど味変でもいるんだよ。それはこれ美味しいからいいんだけど、だんだん飽きてきたらまたマヨネーズかけてみたりしたいわけじゃん。なんかに水も美味しいですね。だからだんだんこれが飲みたくなっちゃう。何を作りましたかな。カニ水とこれが合いますな。今日の撮影はいいな。なんか鳥取に行くまでは大変だったけど帰ってきてからいいな。みんなのお力ですよ。ねえ、爪が爪と戦っとですよ。爪と爪が。はい、どこですか？これです。失礼しました。お客さんのね、はい、どうぞお客さん。お父さん。やっぱりさ、愛だね、カニは愛。たくさん、はい、どうぞ。なんかこれ社長にも向かないと悪いな。いや、俺はもういいよ。俺は向くことに今なんかですよ。なんかすごいいい人じゃん。皆さんこの動画保存しといてくださいよ。いや、本当アンチの方もね、もしアンチっていうか、社長がなんかコメントでこの前すごい怒られてて、娘と仲良くできるのは当たり前じゃないからなって。まあ指導されたね。だからそんなにヘラヘラしてんじゃねえよって。そんなこと言ってなかったよ。ヘラヘラは言ってない。嘘、俺それは聞いてないな。ヘラヘラ別に幸せだからヘラヘラでいいんじゃないですか。本当？出た。それは多分私かなが書いたかもしれない。もっと娘に感謝しろって。ただ皆さんこれだけ言いたいですけど、森家の中で一番コメントをチェックしてるのは社長です。そうか。はい。すごい気にして、俺のコメントはどうだっていう。っていうかね、朝菜ちゃん一個ね、もっとその前に、大事関門は、自分が出てるやつしか見ない。そうだね。自分が出てる動画のコメントを一番チェックしてるのは社長です。で、まあ申し訳ないけどさ、あなたたちがいろんなとこ行かれた時でもさらーっと見てコメント見ない。なぜかというと社長の社の字も出てこないと。出てくる。出てくるの？多分もう見た方がいいのじゃん。そうだよ。私しか映ってないのに対してもみんなが社長出せ社長出せ。そんなことは言ってない。ヘラヘラしてる社長出せ。でもヘラヘラしとった方がいいんだ。ねえ、偉そうにさ、俺も。いいとこだったね。今日も動画ご視聴ありがとうございました。寿商店ではオンラインサロン寿ファミリーサロンを運営しています。ただいま入会募集中です。概要欄の URL からチェックしてみてください。寿商店ファミリーサロンでは一緒に釣りのオフラインイベントや、あとは YouTube の裏側を見せたり、あとは企画会議をしたり、月に1回会員さん限定の商品をお届けしたり、さまざまな特典があります。一緒にぜひ楽しみたいと思いますので入会を募集しております。そしてパートナー会員さんもありまして、そちらではフランチャイズのオーナーさんも加入してますし、一緒に商品開発をするビジネスパートナーさんもいらっしゃいます。そちらは要事前審査ですので、もしよければエントリーのほどお願いいたします。ということでまた見てください。バイバイ。